皆さんこんにちは。アクタスの商品開発の野口玲と申します。いろんな暮らしのことを考えながら商品を買い付けたりとか、開発したりとかしてるんですね。で、2年ぐらい前ですかね、ちょっと暮らしから考えた椅子があって、ちょっと今日は4という椅子なんですけど、それをテーマにしながらちょっと座るということをちょっと皆さんと一緒に考えてみたいなって思いました。きっかけになったのはですね、コロナの時だったんですね。やっぱり暮らしの変化が起こる時ってやっぱり人のためにどう我々が役立てるのかなっていうことをやっぱり考えるいいきっかけにもなる時だったんですね。で、皆さん家の中でちょっと働くみたいなこともちょっと増えてた時期だったんですね。でも家の中で当時みたいに本当にすごいリモートをやってた人たちがずっとそのままかどうかっていうのはやっぱりわからないじゃないですか。ただ少なからず衣食住の中に少し働くっていう要素はその残りがみたいなものは多分続くんだろうなってちょっと感じたんですよね。で、そうなった時に椅子に人が求めるのは食事だけではなくてそれ以外の作業を求める可能性も強くなるなと。そうすると一つの椅子と人の接する時間っていうのがひょっとして長くなるんじゃないかなって思ったんですよ。で、そうすると座り心地ももちろんなんですけどこれまで以上に愛着みたいなものっていうものがとても必要になるっていうことと、食事のためだけではない働くための確かな機能が両立している椅子っていうのがあるといいんじゃないかなって思ったんですね。実は本当にありそうでなかったタイプの椅子なんじゃないかなって思っていて、これは本当に食事のためでもあるし働くため両立できる椅子をちょっと開発をしたんですね。さっきお伝えした通り4っていう名前なんですけど、我々はアクタスとあと作っていただいて一緒に販売いただいているのが北海道の旭川にいるカンディハウスっていう本当に素晴らしいものづくりをしてくださる方と、デザイナーさんは倉本仁さんっていう日本のトップデザイナーの方を採用して、であとは今回働くの要素をちょっと入れたかったのでオフィスファニチュアメーカーのトップの国用さん4社で開発したのがこの4という椅子になりました。木の質感っていうものをしっかり入れることによってまずしっかりインテリアの中で馴染むということで、長く愛着を持っていただくためにその木の良さっていうものがこのデザインからしっかりまず視覚的にめでていただきたいということと、触った時にしっかり手にも穏やかであるっていうことを求めていきました。結構こういった椅子ってなくて存在自体が新しいので、倉本さん自体はデザイン性自体は本当にオーセンティックにまとめていく。デザイン性にそこまで新しさはいらないんじゃないかな。だって存在が新しいでしょ。この素材の良さとか存在の良さがしっかり伝わる椅子が必要なんじゃないかなって言って作ってくれたんですね。なので後ろから見ていただいた時にもすごく美しい、特にこの笠木の部分っていうのは本当に木の質感とこの穏やかさと力強さが3つ伝わるようなそういうデザイン性だと思いますし、でカンディハウスさんはですね北海道の道産材っていうんですけれども、北海道で育ってる木を製品に使っていくんですね。その北海道の育ったタモ材っていう木なんですけども、そういった質感がしっかり感じられるようなそういう椅子になっています。で、座っていただいた時もしっかり体を受け止めてくれるっていうことで、食事だけではもちろんなくて働くっていうことを考えていますので、なのでしっかり昇降するとかそういう機能があったりとか、あとはちょっとだけ椅子が揺らぐっていうことですね。例えば4時間とか5時間しっかり仕事ができるための椅子としても存在してくれる、そういう椅子だと思います。椅子のことをちょっと皆さんと考えたいんですけど、すごい働くから8時間9時間しっかり座れる椅子がいいかもしれないって皆さん思って買う。だけど意外と働いてる時とか家の中で働くっていうことを考えた時に結構立ったり座ったりとかちょっと外に出てたりとかっていう時間多いんですよね。ひょっとしたら椅子に触れてる時間っていうのはそこまで長くないかもしれないんですね。どう過ごすのかっていうのを考えながら椅子を選んでいくっていうのはすごく大切なんですね。でプラス今回は
家の中で使っていただきたいという思いがあったので、我々としてはこういうデザイン性と素材の使い方をしていったという感じなんです。私はですね、基本椅子って言ったら食卓の椅子しか開発とか買い付けをしたことがなかったので、そこに国用さんにちょっと入っていただいたんですね。でそうなった時に一緒にいろいろ椅子を試したんですよ。でそしたら私がこうやって座ってたんですね。野口さん違うんですよ。働くシチュエーションの時ってやっぱりお尻ってちょっとこっちに入りませんかって言われたんですね。でそうなった時にこういったところがちゃんと背骨を逃げてくれるのかどうかっていうことだったりとか、あとお尻が後ろに入るのでここの支柱自体のポジションっていうものがちゃんとこのシチュエーションの時にもちゃんと椅子が安定して座ってくれることが大切なんですよみたいなことをアドバイスいただきながら確かな機能をこういうふうに付加していったそういう椅子になります。多分働くシチュエーションもこれから変わっていくものなんだと思うんですよね。でそこの今だけに合わせすぎてしまうとひょっとしたらいろんな付加した機能が10年後に陳腐化してしまうかもしれないんですよ。なので今回求めていったのは10年とか20年先を見た時に陳腐化しない機能とかっていうのは何だろうか。でそこのミニマルにすることによってしっかり長く使っていく。いらないものがない状態を椅子もやっぱり持っておくべきかなっていうふうに思いましたね。で意外とすっきり収まっているのはワーキング系の椅子ってやっぱり5本足のものが多いんですけど、名前の通り 4本足なんですけどね、4本の足にしておくことによって空間の中ですごくスキッと立ち姿が美しいっていうのもこの椅子のすごくいい特徴なんだと思います。同じくですねデスクみたいなものもやっぱり開発をしてみたんですね。でこちらがフォートのシリーズで販売したデスクなんですけどね、本当に働くっていう要素って考えるの大変だなって思ったんですよ。働く環境ってそれ人それぞれなのでいろいろワークショップっていってディスカッションしていく中でみんなが違う意見言うんですよね。家の中で使われるデスクに必要なものってやっぱり何だろうと同じことを考えていたんです。でデスクの周りのことを考えるとこんなに収納いっぱいあった方がいいなとか電源タップあった方がいいなとかいろいろ考えたんですけど、例えば電源タップも形変わるしひょっとしたら周りの書棚自体も書類が10年後にこんなにいらないかもしれないし、私たちが今デスクで提供したいものっていうのはやっぱりまず一つは佇まいっていうことだったんです。で美しく佇まってくれること、すごくシステマチックになるのではなくてダイニングテーブルとかダイニングチェアと同じようなテンションでいてくれるデザインっていうことを求めたことと、あとは、10年後も20年後もやるだろうなっていう作業はちょっとしまうっていう作業だと思ったんですよ。でそうなった時に大きな書棚はこのデスクにはいらないなと思ったんですけれども、横からスッて入れるっていう機能と、あとちょっと立てかけるっていうこのシンプルな動作っていうのは多分10年後も20年後も皆さんがストレスなくやる作業なんだろうというふうに思ったので、そういったスペースデザインを失わないようにスペースを設けるという感じのデスクですね。あとちょっとだけトンって開くようになってるんですね。ちょっと引き出すことによって広いなって感じるんですよ。広げることによって気持ちよく豊かに働けるみたいな感覚を適用できるといいんじゃないかなと思ってこういう機能を設けてみました。というわけで今日は少し4という最近リリースした商品を題材に暮らしの中にちょっと働くとか違う要素が入った時にどう選ぶといいのかなみたいなこともちょっとお話をさせていただきました。はい、楽しいなが伝わるととっても嬉しいです。ありがとうございました。